疲れ様です。お疲れ様です。すみません、ちょっと緊急で来ていただいて、はい、ちょっと今日これからちょっと弁護士の先生が来る予定になってまして、もちろん今までのその不営法解散の部分に関しては、ある程度明確に分かりやすく書いてあるんで、これはダメですよって、そうだよねって思う部分はあるんですけど、広告に関してはもう抽象的すぎて、幹部っていうのを名乗っちゃいけないみたいな感じなんですよ。分かりやすく言ったら幹部名乗れないってやばくないですか。だからノアがノア代表言えないんですよ。そこについてキャストが今不安になっちゃってるんですよ。これうちらの問題だけじゃないんで、ホスト業界全体が今そういう状態なんで、だって看板あんな見たことあります？もう全部剥がされてるんですよ。今までホスト業界でそこまでなることってなかったじゃないですか。あんなもうホストの幹部全部剥がれて、もうホストがまるでもうこの歌舞伎町にないかのように映されてるんですよ。相当な事件だと思うんですよ、これは。なんで本当に細かく聞きたいなと思ったんで、いろいろと伺えればなと思ってます。ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。今回お越しいただいたという趣旨としましては、今その法改正が、今月の28日にあるという形で、警察とかから行政の方から出されている内容というのを一通り目を通しています。主観ですけれども、ちょっと曖昧な部分が多すぎて、本当に分からなくて、これはいいのか、これがダメなのかとか、いろいろ考えてはいるんですけど、答えが見つからない部分結構あって、弁護士の先生のお力を借りたいなと思ったんで、何がダメなのかって、とりあえずはその看板の営業所所有にある看板に関してはランキングとかロックプレイヤーだとか称号だとか何かを競わせるようなものが感情的になるものは全部ダメってことですよね。そうですね、一応4つあると言われていて、1つ目が営業成績を直接的に示す文言、それこそ何億円プレイヤーとか、指名数ナンバーワンとか、でもう1つ、2つ目が営業成績上位であるっていうのを推認させるような言葉、頂点とかウィナーとか、で役職もここに入るんですけれども、総支配人とか官房さんとか、そういう役職とか肩書きがあることによって営業成績が上なんじゃないかっていうふうに推認させる。で3つ目が従業員間のバトルとか競争を強調するような文言で、売上バトルとか、あとは SNS の総フォロワー数何万人とかっていうのもここに入ると。で4つ目が、過度に煽る文言で、何々を押せとか何々に溺れろとか。SNS 総フォロワーって全くそのホストとか関係ない。ちょっと遠いですよね。ちょっと遠いですね。売上とか競争とかとはちょっと別ベクトルな気がするんですけど、それ例としては上がっています。なるほど。じゃあ身長180センチですもダメってことですかね。助長させるっていうのはあるんですかね。それは大丈夫な気がしますけど、でもそこに関しても警察がいやそれも助長させるよって言いかねないというか、言ってきたら大変なことになってしまうっていう。それ結構きついですね。結局看板とか、広告っていうのは営業するアピールをしたいわけじゃないですか。他の企業の広告でも一緒ですけども、すごく難しい問題だと思います。そうですよね。私どもが表示しているものっていうのは商品価値であって、実績に基づかない虚偽だとかは確かにダメだと思うんですけど、これはこういう商品ですよっていうのを提示しているだけじゃないですか。それがもうダメだということですもんね。そうですね、書き方によってはダメだということになりますね。ちょっとやりすぎだよなと思いますね。そうですよね。なかなか難しいなと、私どもキャストにどう説明すればいいのかっていうところがすごい曖昧で難しすぎて、書いていただいても難しいなと思う。そもそも我々弁護士ですら、この説明というか警察庁から出てるものと法律の条文見たとしても、どこまでが入るんだっていう判断は非常に難しいので、SNS とかホームページ、そういうものに関しては実際どうなのかな、そこで営業所周辺ではないじゃないですか。SNS だとかおソースとかのインターネットに関しては規制の対象外だと思います。そうなんですね。その周辺におけるっていう文言からはやはり離れすぎてしまうので、そこは対象外かなと思います。ちょっと変な質問していいですか。源氏名が湊五月という名前なんですけど、そこに分身ってついてるんですよ。で今回の規制で神ダメって書いてあるじゃないですか。で、SNS 上でエゴサをすると軍神が軍になるって書いてある。もう神が使えないからもう全部軍だ。そこってどうなんですかね。そこは固有名詞みたいな使われ方をしてるんで、神だっていうようなもので使われてるわけじゃないと思うんで、そこはいいのかなとは思いますけどね。名詞とかもダメということですか。
かね、名刺に例えば支配人ってこうそういう役職の部分、名刺に関しては大丈夫だと考えてます。それこそ名刺に役職が書いてあるってものすごく普通なことだと思うので、はい、まあ、看板に出すものとしてイベント、例えば七夕イベントとか、はい、そういうのも全部こうお店に来ることを煽っているからこういうイベントありますよって表現をしてるからダメっていうイメージですか？それは成績をこう示したりだとか、競争を強調したりだとか、過度に煽ったりしてるものとは違うんじゃないかと思うので、こういうイベントをやりますっていう告知であれば、今回の解釈猶予基準でも大丈夫なんじゃないかなとは思います。なるほどですね。はい。まあ、憲法で言ったら21条ですかね。表現の自由の部分。いろんな表示の中で実績に基づいていない内容はある程度私も理解できるんですけど、ちゃんと実績に基づいた表示もダメという部分に関してはその憲法に違反してるんじゃないのかなっていう部分が若干あるんですけど、そういう部分とかはどうなんですかね？それはおっしゃる通りで、はい、憲法に違反しているっていう判断される可能性はあると思います。はい、それこそ表現の自由っていうのはすごく重要な自由権利だっていうことで保障されていて、営利的な表現、広告だとしてもそれによってこう国民の人たちっていうのはいろんな情報を知るっていう知る権利が満たされるっていうのもあるので、表現の自由はしっかり守られなければいけないっていうところがあります。なのでその規制っていうのも過度な規制っていうのは当然許されないですし、その規制に根拠がなきゃいけないわけですよね。で今回の規制に関して根拠がどこまであるかっていうとちょっと疑問なところがあって、実際こう総支配人の人が総支配人っていう看板があったとして、それによってこう変に騙されるだとか、無理やりお金使わされるとかっていうことにつながるかって言ったらそうではないと思うので、看板の規制っていうのはさすがにやりすぎなんじゃないかなと、はい、そういう意味でも憲法に違反するという可能性はあると思います。そうですね。まあ実質今回の一番の問題っていうのはそのお客様が不利益を被るというか風俗に落とされるだとかそういうふうにならないようにしましょうよがもともとの内容だったじゃないですか、はい、なのでツケだったりとか売りかけ禁止です、まあ分かるんですよ。逆に看板とか広告を制限することでむしろもっと見えにくくなるというか良くない方向、ネガティブな方向に行ってしまうんじゃないかなっていう不安があったんでどうなのかなっていうのはなんとなくこうずれてるような感覚がそうですね、はい、結局その看板によって違法行為を助長するとかっていうことを警察側は言ってはいるんですけれども、法律っていうのは国民から選ばれた国会で作るっていうことでこう正当性があるわけですよね。だったらこの規制、広告の規制だってその法律の中でちゃんと議論をして、法改正に入れ込むべきだったと思うんですよ。それを、はい、法律の改正ではなくって、警察っていう行政機関の通達によって実質改正されるような、レベルのものになるっていうのはその手続き上もちょっとどうなのかなっていうところは思います。で YouTube の部分でちょっと質問したいんですけど、はい、SNSOK ですよ、YouTube は、規制対象外ですよってお聞きしたんですけど、今後規制になりますよみたいなことっていうのは起こりうる可能性っていうのはあるんですかね？可能性としてはあるとは思います、はい。今回私ども話し合った上で YouTube を全部一度非公開にしようかなと。でその中で全部動画を見てで、今回の規制対象になりうるだろうと思うバトルだったりとかそういうのを全部削除した上で出せるようでは出そうかなっていう感覚で言ってるんですけど、実際どうですかね、弁護士さんからの見解を。そうですね、現状規制対象外になってますし、個人的になんですけど、YouTube で面白いところって、その争いがあったりして、そのナンバーどうなるとかっていうところをこう見る人は楽しんで見てくれてると思うんで、そこがなくなるっていうのはちょっと寂しいものがあるんじゃないかなっていう。私としてもその YouTube の中でやっぱその人の成長の部分っていうのはやっぱメインに押し出していて、リアルにこの男の子たちが集まって、そこからちゃんと教育をしていって成長していく過程を表現をしているので、ある意味この業界を変えたいという思いで最初作ったので、それが発信されることで
どんどんこうなんなきゃいけないなっていうふうに成長変わっていく様子を描いてるんですけど、そこで幹部がちゃんと教育をするのと幹部が使いません、ちゃんと教えた子が成長して0円の男の子が100万の手がかったっていうのが全部できなくなりますってなったら、じゃあ何を表現するのってなってしまって。そうですね、 YouTube って広告だけじゃなくてエンタメでありストーリーであり、それがこう見る人の心を打つわけですし、営利だけじゃない表現だと思うので、ナンバーワンになりましたがダメだとか、0円から100万円売り上げましたがダメだとか、幹部っていう表現使っちゃダメですっていうのはさすがに過度な規制だと思いますので、そこは規制がされるような改正があったとしても、それは憲法に違反するっていうところで戦っていくべきだと思いますし、でもちろん現状は規制もされていないので、そこはそのままやっていただいた方がいいんじゃないかなと私個人としては思います。ありがとうございます。そこが規制されてしまったら、よりこうホスト業界が閉鎖的になるというか、もっとなんか闇を抱えてしまうようになってしまうんじゃないかと思っていたんで、そこが一番聞けてよかったです。ありがとうございます。はい。で、ちょっと話は変わるんですけど、今回の法改正の部分で、もちろん分かる部分もめっちゃ多いんですよ。例えば距離の料金の表示、もちろんダメじゃないですか。頼んでみてからこんな高額になりましたみたいな、まだ当たり前ダメだし、注文しないものを持ってくるのも当たり前ダメじゃないですか。その中で色恋営業の、禁止じゃないですけど、そこの部分で結構一番難しいかなっていう曖昧な部分なので、そもそも変な話ですよ。色というものの存在の定義って男と女である以上そこに存在するわけじゃないですか。正直言ってしまったら、好き嫌い、この人好みだって、初回についてこの人がいいわ、この人がいいってもうそこに好きが存在してるわけじゃないですか。なのでどこからどこまでが定義としてダメなのかっていうところでより細かく明確にいきたいなと思っていて、パッと分かりやすく言うんであれば、色恋がダメっていうことで皆さん誤解している人が多いんですけど、ホストもキャバクラも疑似恋愛をある種提供するっていうのは基本的な前提にはあると思うんですね。なんで色恋全てが禁止されてるわけじゃなくって、色恋営業でこうお客さんに両思いだと思わせて、そのような状態を利用して関係性の破綻を告げるか、または自分の業務上の不利益を告げてお客さんを困惑させる、この行為がダメなんですね。破綻っていうのはそれこそシャンパン入れてくれなかったらもう別れるとか、で業務上の不利益っていうのは今日来ていくら使ってくれないとノルマ達成できなくって降格してしまうよとか、そういった破綻ないしは不利益っていうのを伝えてお客さんを困惑させるっていう行為が禁止されていて、それがなければこうある程度こう色恋の関係にあって色恋営業するっていうの自体が禁止されているわけではない。それであともう少しでナンバーワン取れるかもしれないんだよねというのは伝えることもそれももちろん問題がないという考えでいいですかね。どうぞ。結構多いですか、こういう相談は今。最近そうですね、本当に風営法の改正って話になってからそういう相談増えてきてますね。そうですね。ホストさんもそうですし、キャバクラもそうですし、あとやっぱり風俗のスカウトバックもすごい多いですね。まあでもやっぱりホストクラブがメインで来る人ね。そうですね。それに関してはいいなと思ってます、正直なこと言えば。私自身もこのホスト業界って未熟な業界だと思ってるんで、そこら辺がちゃんとしっかり取り締まられることによってむしろそのホスト業界の地位が上がると思ってるんですよ。ネガティブな発想を持ってないんですよ。むしろポジティブに考えてるんで、この業界が健全にいける道筋を作ってもらえたらと思っているので、そこに関しては感謝してるというか、行政に対しても、実質個人が不正をしているかどうかそうではないので、そういう人っていうのを全部まとめて一括りで、悪いですよって言われるのはやっぱ違うなとは思うので、細かくそういう部分で精査してもらってより健全な業界になってもらえたらいいなと思ってます。そうですね、厳しくなってその厳しいところで違反している人っていうのがきっちりこう摘発されていくっていうことで、ちゃんと健全に運営しているお店さんがしっかり生き残るっていうような状況になれば、それはすごい業界としてもいいことだと思います。そうですね。変な話ですけど、行政と話し合っていきながらこのナイトワークというものを作っていきたいですよね。でもこのナイトワークという自体をなくすのは絶対ダメだと思ってるんですよ。この文化として
日本経済ってやっぱエンタメで作られてる世界なんで、そうですね。ゲーム、アニメ、コンテンツ全部エンタメじゃないですか。そのエンタメという部分がなくなってしまったら日本ってやっぱ弱くなってくるのかなと思うんで、その一つとしての消化ができていけたらいいなと思ってます。日本が好きなんで大好きなんですよね。おー、いいですね。日本人で優しいじゃないですか。そうですね。やっぱ日本人の空気を読むってすごい好きなんですよ。海外にないじゃないですか、この文化、空気を読む文化、居心地がいいんですよね。絶妙な。そうなんですよ。ホストに来る男の子たちも好きなんですよね。バカだしクズだし、とんでもねえことするし、言ってもわかんねえし、なんなんこいつらって思うけれども、でもやっぱり同じ日本人として愛くるしいし、だから守っていきたいなと思ってます、この業界。本当にこう健全化してお客さんが安心して楽しめるっていう風になると本当にいいですよね。そうですね。これからもたくさんご相談させていただくと思うんで、すみません、今日ちょっと長くなってしまって、もうどうもありがとうございました。ありがとうございます。今後に関しては、ここがいいのかここが悪いのかちょっと難しかったんで、ここが聞いたの良かったなと思ってます。ただ今回、その風営法の改正の部分だったりとか、その広告の規制だったりに関しては、自分たちのそのホスト業界だったり、自分がこう管轄する店舗前に起こしてしまった問題だったりとか、そこも要因の一つだってことがもう重々承知しているというか、本当に重く受け止めているので、そこに対して社会の皆様にだったりとか行政の皆様に対して、こちらがご迷惑をおかけてしまったことは事実なので、だからこそこういう厳しい規制が入ったっていうふうに思ってます。でその上で SNS メディアそこは規制対象じゃないですよっていう話があったんで、そこって規制対象じゃないんだと今思ったんですよ。ただそこもこちらがその姿勢を見せることが大事だと思ってるんですよ。なので OK ですよって言われたとしても、まずはこのホスト業界全体としてきちんと足並みを揃えて、今回は YouTube の動画を一旦非公開にさせていただいて、でその上で中身を全部精査をして全部確認した上でメディアとして出せるようになったなと思ったら再度アップしようかなと思ってます。それぐらい厳しくやろうかなと思ってます。正直相当厳しいと思いますよ。今までのやり方ができなくなるんで相当厳しいと思うんですけど、よく自分が言ってるのが、ネガティブなことをネガティブに考えるなっていうことをよく言うんですよ。新しいやり方を確立できるんだというチャンスに思えるかどうかで変わってくると思います。正しく変わったんですよっていうことを社会に伝えるチャンスだと思うんですよ。今までは何々をやめようよって言っても、じゃあ1店舗1グループがやめようって言ったところでそれを他のところでやります。じゃあ結局そこがやっていたらここだけが損するよねだったじゃないですか。それが今回もう全体的にやめましょうダメですってなれば、きちんとホスト業界が足並みを揃えることができるんですよ。でそこに向けられない店舗は潰れると思います。勝手に消えると思ってます。変わらなかったら生き残れないです。それがビジネスだし社会なんで、今組合だったりをきちんと創設して作って、そこに対して各グループのトップがちゃんと集まってこっちの方向を向いていきましょうっていう形で、今までとはちょっと違ったホスト業界になるかなと思ってます。悪くしようと思ってる人いないですし、自分たちもこうついてこれない変わらない店舗に対して変わらないなら排除ではなくて、変わろうよとはずっと伝え続けていくんで、今までバラバラだったんで言ったらこうライバルで戦い合うとこだったんですけど、今はそういうしてる場合じゃないんで、これからやらなきゃいけないことっていうのはやっぱ数多くのお客様に認知してもらうこと、そのためにはお金での概念ではなくてエンタメとしての概念をちゃんと持ってくることですよね。ホスト業界が悪と見なされているのは事実なことなんで、やっぱり流入が少ないじゃないですか。お客様のもっと社会から認められるようになればなるほど、そういうお客様が来店される機会が増えるんですよ。そうしたら1人当たりの単価ではなくて、多くのお客様によっての単価できちんとした売り上げを立てられるようになってくると思うので、そういう業界になれればいいなと思ってます。なのでこれから自分たちが何をどう行っていくかっていうのを見てもらえたら嬉しいなと思ってます。今その軍神って少なからず影響はあると思うんですよ。影響があるからこそ正しい行いをしていくことが大事だなと思ってます。そこをYouTube とかでも見せていけたらいいなと思ってるんで、これからも応援してもらえたら嬉しいなと思います。